はい、高速道路ね、無料区間を使って移動します。景色めちゃめちゃいいです。うわーはい、高速降りました。0円でした。よし、はい、北見市の街中の方にやってきました。いろんなね、お店がたくさんあって、素敵なリサイクルショップもね、多いそうなんですけども、もうまずはね、快活クラブさんの方に行って、ちょっとね、しとかないといけないことだけしていきたいと思います。よっと。はい、到着。よし、到着。ということでね、快活クラブさんに到着です。こちらはね、テレワークも可能で、シャワーもね、無料で浴びれる、とても嬉しい施設なんでね、今から行って、とりあえずね、3時間パックというのがあるんで、3時間ぐらいでね、作業の方終わらせたいというふうに思います。はい。よし。じゃあね、行ってきます。はい。ということで、こちらがね、今回の僕の城ですね。防音ルームをね、取らせてもらいました。で、現在時刻は11時10分なんですけども、とりあえずね、ここで頑張って作業の方をね、進めたいと思います。頑張ります。スピードテストをね、締めましょう。速度チェック。ダウンロード83メガ。おー、アップロード早い。おー、アップロード 226.7 メガ。バッチリですね。よし。作業頑張りましょう。よし。少しね、手が空いたんで、シャワー浴びてきます。よし。作業終了したのでね、チェックアウトしましょう。はい、チェックアウトしました。オッケーオッケー。外はちょっと寒いですね。はい、ということで、快活クラブさんの方でゆっくり PC 作業できたんで、やり残すことは終わったんで、もうね、移動しようかなというふうに思うんですけども、僕はね、実は、ツイッターの方で、北海道に閉じ込められたって言った時にですね、年越しをね、宗谷岬で行いますっていうことをね、こっそり仕込んだんですよね。ですんでね、宗谷岬の方に向かって移動しようと思うんですけども、現在地がこの辺りで、宗谷岬がここで、距離にしたらね、約300キロの距離で、まあ5時間ぐらいかかるっていうふうになってるんですけども、1日で移動するのは辛いんで、今日はね、紋別の方まで移動させてもらって、車中泊をして、明日の朝一番からね、移動して、宗谷岬を目指そうと思うんですよね。ですので、今から向かおうかなというふうに思うんですけども、その前にね、せっかく北見まで来てるのに、この辺りのリサイクルショップさんをね、巡らないのはやっぱし、もったいないんで、今からね、すごそうなリサイクルショップさんね、ちょっとパパッと巡ってみたいというふうに思います。はい。ちなみに現在時刻は3時です。ということでね、観光に出発です。よし。行きましょう。はい、こちらですね。よいしょ。到着です。こちらはね、リサイクルショップ三越さんですね。もうね、店構えからして素晴らしいものがあるんで、早速ね、行ってみたいと思います。わー、素晴らしい。じゃあね、行ってきます。はい、しっかり見てきました。1階がリサイクルショップで、2階が、まあ、中古の洋服のお店で、全体的にね、ちょっと昭和チックな感じのものが多かったんですけども、よそよりも一回りぐらい安いような金額設定でから、いろんなね、お宝がたくさんありました。でもね、今回どうしても欲しいっていうものがね、なかったんで、観光だけにね、させていただきました。はい。ということでね、お次に行きましょう。はい、到着です。あらー、こちらね、選ばれ屋さんっていうお店なんですけども、今日ね、12月30日なんで、もうお休みだってるみたいです。評判のいいお店でね、かなり期待してたんですけども、残念です。それ年末ですもんね。わかりました。はい。じゃあね、次行きましょう。よし、到着。はい、ということでね、こちらがね、総合リサイクルのこだわり屋さんですね。かなり熱いお店だとのことなんでね、ちょっとね、早速行って、観光の方ね、していきたいと思います。行きましょう。わー、おー、これ楽しそう。よし。はい、お店見させていただきました。すごくね、僕のね、欲しいものも本当にたくさんあってから、10年ぐらい前にね、検証で出てた
ラオウの電気ケトルというのがあるんですよね。それがね、売られてたりとか、いいサイズの収納だったりとか、いろんなものがね、あって、欲しいなと思ったんですけども、散々悩んだ結果ね、今回はちょっと観光だけにね、させていただきました。すいません。でもね、品揃えすごく多くてから、電気調理器具がね、相当熱いお店なんで、すごい楽しかったです。はい。よし、ということでね、そうこうしたらもう4時なんでね、そろそろ移動しないといけませんね。で、今回はね、先ほども言ったように、紋別市の方で一泊させてもらうと思うんですけども、紋別市のね、方の、ガリンコ号さんの方のね、近くで、確かね、車中泊スポットがあったはずなんで、今回ね、そちらの方に行って車中泊させてもらいたいというふうに思います。はい。で、雪降ってるからね、大丈夫かなとは思うんですけども、まあ、多分なんとかなると思います。ということで、91キロで1時間30分ぐらいかかるらしいんでね、まあ、安全運転でゆっくり、ガソリン給油もしたりしながらね、行きたいと思います。じゃあね、行きましょう。よいしょ、行きましょう。雪がね、舞い散り始めました。スター・ウォーズですね。はい、今ね、ちょっと何の気なしに走ってたら、ガソリンのことね、思い出しました。もうね、ほぼ空っぽです。で、ここからね、あと20キロぐらい先にガソリンスタンドがあるんで、そちらでね、入れようと思うんですけども、結構ギリギリです。とりあえずね、気づいてよかったです。はい、やばいです。急速にね、ガソリンが減り始めました。あとね、10キロぐらいなんで、1リットルほどガソリンがあれば持つんですけども、今ヒーターも切りました。とりあえず、持ってほしいんですけどもね、大丈夫かな。よし。はい、到着です。よいしょ。外れても農畜産物カタログギフトや Amazon ギフトカードがはい。あ、食べますか？あ、いただけるんです。あ、はい。わあ、すいません、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、めちゃめちゃ嬉しい。お持ちいただけました。やったー。すいません、ありがとうございます。よいしょ。めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます。406キロの走行で32リットル入りました。だから、燃費はね、12.7 キロですね。はい。ピーターかけながらの走行にしてはね、まあまあの燃費です。はい。じゃあね、ここでリセットして、またね、先を急ぎましょう。あとね、30キロぐらいです。よし、行きましょう。北連ショップさん、お持ちありがとうございました。はい。紋別市の方にやってきました。現在時刻はね、6時20分です。で、いろいろやらないといけないことがあるんですけども、まずはね、公園の宿泊予定地の方にね、先に回っていっておきたいと思います。利用可能かどうかっていうのをね、見ていきたいと思います。よいしょ。こちらですね、この先のキャンプ場みたいなところなんですけども、どうかな。いけるかな。おお、結構雪深いな。場所はこちらの場所で、あちらのね、奥にあるのがお手洗いではあるんですけども、道がね、だいぶやばいですね。行けるかな。ちょっと行ってみます。無理かな。駐車場どっから入れないかな。ちょっと探してみます。おー、ナイスナイス、空いてました。到着です。オッケー、雪かきもしてくれてますね。以前ももさんとね、車中泊をさせてもらった車中泊スポットですね。で、お金払う有料の場所があって、夏場はね、ここにたくさん車が止まってたんですけども、今日は一台も止まってませんね。はい。よし、じゃあね、ちょっと見に行ってみましょう。ここの流しは使用禁止ですね。
空いてる。利用可能ですね。よいしょ。あ、オッケー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 。で、以前はね、ここでお金を払う場所があったと思ったんですけども、今回はないんでね、一応ね、車中泊は OK だと思うんで、今日はね、こちらの方を利用させていただきましょう。OK。ちなみにこちらはね、こんな感じで、車中泊ね、キャンプもね、OK な場所です。はい。よし、ということでね、場所は決まったんで、様々なことをしに行きましょう。というのもね、明日、宗谷岬に行こうと思うんですけども、まあ、午前中ぐらいには着かないと、駐車場が埋まってしまうらしいんですよね。ですんでね、もう今夜のうちに、買い物と、洗濯ぐらいはね、済ませておかないといけないんで、今ね、外真っ暗ですけども、まだ現在の時刻は6時半ではありますんで、今からね、買い出しとか、洗濯とか、その辺のことをね、していきたいと思います。行きましょう。よし、行きましょう。はい。ということでね、イオンさんに到着ですね。よし。はい、到着。OK。ということで、ちょっとね、行ってね、お買い物楽しんでいきたいと思います。はい、しっかり買ってきました。よし。はい、ということでね、食材しっかり買ってきました。で、もうこれでね、大晦日から元旦にかけてね、宗谷岬にこもっても困らない分だけの量はね、確保できました。はい。で、クリーニングに行こうと思ったんですけども、洗濯物見たら、そこまで溜まってなかったんで、もうね、洗濯は OK にして、早速ね、僕の城の方にね、戻りたいと思います。はい。じゃあね、行きましょう。はい。ということでね、今から宿泊場所に行こうかなというふうに思ってたんですけども、ちょっとね、ツイッターの方で宗谷岬のことを調べてましたら、もうね、かなり車が集まっててから、駐車場がなんかかなり満杯らしいんですよね。で、僕がね、明日行ってたらもう間に合わないような気がしてきたんで、ちょっとね、もう仕方がないんで、今から宗谷岬の方にね、目指して移動してみたいなというふうに思います。はい。ちなみに宗谷岬までのルートは一直線なんですけども、185キロで3時間3分かかるらしいです。で、今がね、もう9時前なんで、到着したら早くて12時っていうね、とんでもない時間でもあるんですけども、ちょっとね、年越し車中泊できなかったら大変なんで、もう今からね、移動させてもらいたいと思います。はい。ということでね、なんか昨日も今日もがっつり運転してますけども、頑張ってね、迎えたいと思います。はい。じゃあね、行きましょう。よし、今からね、3時間ドライブ頑張ります。はい、今ね、何の気なしにセブンイレブンさんに寄りましたら、僕が探した無洗米が売られてたんですよね。で、これをね、もう今日買って炊こうと思ってた分で、やっと見つかったんで、今からね、移動中にご飯炊きだけ行きたいと思います。はい。ちなみにね、移動中に炊かないと、現地に着いたらね、もう充電できないと思うんで、今走行中に電力使いながらね、ご飯の方、炊いておきたいと思います。もうこっちもね、凍ってます。配置はこんな感じですね。せっかくなんでね、美味しい分で炊きます。よいしょ。よし、ということで、準備できたんで、またね、向かいたいと思います。行きましょう。はい、ご飯炊けたみたいなんで、ちょっとね、この先、泊まれるところ探してからね、晩ご飯にしたいと思います。はい、到着です。マリーンアイランド、岡島さんですね。で、ちょっとお腹空いてるんでね、本当に、ここのね、ちょっと端っこの方で、ちょっとね、ご飯だけいただきたいと思います。よし、ということでね、ちょっとご飯いただこうと思うんですけども、今晩はね、こういったものを買ってきました。マグロですね。あとね、ちょっとね、とあるホテルに泊まったら、そちらのね、ホテルの料理長さんが市長さんで、これどうぞっていう風にイクラいただいちゃってるんで、今日はね、マグロとイクラのネギドロイクラ丼をね、作ってちょっといただきたいと思います。はい。もうね、パッと作りましょう。しゃもじ。ご飯ね、しっかり炊けてます。でもね、固めのね、しっかりめに炊けました。よいしょ。これぐらい炊けます。あんまり食べたら眠たくなっちゃうんで。で、まずはイクラなんですけども、これね、本当にすごく美味しいイクラでから、多分ね、一つでからね、
4、5千円するやつです。よいしょ。実はね、冷凍のまま持って帰りたかったんですけども、フェリー乗り逃しちゃったのと、あとね、勝手にね、解凍されちゃったんで、もう食べとかないとね、傷んじゃったらもったいないんで、うわー、今回ね、いただこうと思うんですけども、すごいイクラ。うわー、これは、すごっ。ね、贅沢にいかせていただきます。で、マグロはね、もう全部乗っけましょう。で、ネギトロのね、タレがちょっとないんで、富士神のうま口醤油を使います。これはね、九州の大分県の方でね、売られてる有名なお醤油です。よいしょ、これぐらい。で、最後にネギ。すいませんね、こんなね、豪勢なもの食べるつもりなかったんですけども、でも食べちゃいます。OK。じゃあね、いただきましょう。いただきます。果たして海鮮丼のお味は、まずはネギトロから。果たしてお味は、おいしい。おー、いいマグロです。よし。じゃあ次はね、イクラの方は、果たしてお味は、おー、めちゃめちゃ美味しいです。うわー、贅沢。2000円ぐらいしますね、これ。店売り価格2000円。で、ちなみにね、このイクラなんですけども、これはね、ホテル動画の方で、紹介させてもらうと思うんですけども、もう出てるのかな？朝食に海鮮丼がついてくるホテルで出てきたイクラで、本当にね、めちゃくちゃ美味しい分なんでね、皆さん、旭川の方にね、行かれた際には、海鮮丼が出てくるホテルさん、利用されてみてください。本当にね、おすすめです。うまっ。美味しかった。で、イクラはね、ちょっとあと2回分は丸々残ってるんですけども、食べててね、眠たくなったら困るんで、今回のね、旅の最中においおいいただきたいと思います。はい。冷蔵庫でね、冷やしていきましょう。よし。ということでね、完食です。ごちそうさまでした。じゃあね、片付けてからまた先を急ぎたいと思うんですけども、一応、今、半分まで来たんで、あと残り半分です。はい。頑張りましょう。よし、行きましょう。残りの距離はちょうど100キロで、到着予定時刻は1時間30分後の12時30分です。はい、今ね、12時を回ったんですけども、昨日はね、なんかこんな時間に大雪の山の中を走ってたような気がするんですよね。で、今日は、ちょっとね、路面が凍りかけてる平坦な道をね、真北に向かって進んでるという、なんかね、フェリーに乗れなかった方が、陸別町いたりとかね、宗谷岬いたりとか、っていう風にね、めちゃめちゃ移動してるんで、実際ね、この移動距離があったら、岡山帰れたかもしれませんね。まあでもね、あまし考えないようにしましょう。はい、ということで、12時を回りました。あとね、だいたい4、50分で着くそうです。で、ここまでね、4時間近くかかってるんで、晩のうちにね、こっちの方まで来とってよかったかなというふうに思います。ちなみにね、駐車場、空いてたらいいんですけども、どんな感じでしょうか。とりあえずね、安全運転行きたいと思います。はい、あとね、20分ぐらいで到着です。対向車全くゼロ、後続車もゼロです。ちなみに今日はね、もう大晦日です。日が変わってしまいました。よし、ということでね、年越し宗谷の宗谷岬に到着です。よっこいしょー。どうでしょうか。止めれる場所空いてるかな。あ、ここも入れそう。入れそうですね。入らせてもらっとこうかな。ごめんなさいね。よし。はい、到着です。無事ね、宗谷岬に到着です。やりました。止めれました。ちょっとね、一旦車出てみます。でもね、大きい声で喋らずに、ボソボソ喋ります。はい、ということでね、宗谷岬到着です。やりました。現在の時刻はね、もう1時ちょうどぐらいです。ちょっとね、こっちの方、空いてたらね、こっちの方もいいんですけどもね、ちょっと見てみましょう。年越し宗谷組です。こっちの方が広いですね。どうしようかな。車動かしました。こっちにします。こっちのね、端っこの方が僕にはお似合いなんで。よいしょ。お、ここでいいでしょう。
よしよし、この位置にしました。うん、この位置いいですね。ここにさせてもらいましょう。ちょっとね、水平出してから、座りを良くします。前後はよし。左右は上げろですね。オッケー、分かった。よし、ということで、OK です。いい場所が取れました。バスの駐車場の第2駐車場ね、一番奥です。トイレからね、一番遠いんですけども、ここだったらね、静かに過ごせるんじゃないかと思います。ちなみにね、さっきの場所はね、スペースが狭すぎたのと、あとね、前側にバイクがずらーっと並んで、さらにテントが並ぶはずなんですけども、僕はね、これでね、一歩離れた場所の方がね、好きなんでね、こちらに移動させてもらいました。はい。よし。ということで、ね、ちょっと車ごちゃごちゃなんでね、片付けて寝れる準備したいと思います。こもりましょう。はい。ということでね、車内にこもってるんですけども、今いる宗谷岬の方は、人が多くなったらね、電波状態が多分悪くなるんじゃないかなと思って、テレビを持ってきたんですけども、僕のね、アンテナが弱いのか、テレビが映らないようなんで、今ね、もうとりあえずね、今日中に、ドラマとかをね、ダウンロードしてます。はい。ですね、落とし切ったら、明日はね、ネットワーク繋がらなくても、まあ、なんとかなるかな、というふうに思います。はい。よし。ということで、今日はもう、これぐらいにして休もうと思うんですけども、なんだかんだでね、現在時刻は3時です。でもね、もう明日は、とりあえず夜まで特にすることもなく、こちらでね、ゆっくり過ごせれますんで、まあ今日はね、夜更かししてもいいんですけども、もうね、休もうと思います。ちなみにね、現在の車内の気温は 8.4 度もあるんで、もうぬくいです。ガスのおかげですね。よし、ということで、今日も休みたいと思います。すごい車がありますね。オート三輪のキャンピングカーです。あとこれいいですね。温度計付きのマグネット。もう車止める場所がないんで、かなりカオスな状態になってます。